解説。1965年のテレビ番組ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1965年って日本のテレビ番組ってどんな感じだったの？お、いい質問だぜ。1965年って言ったら、日本のテレビ文化がすごく盛り上がった年なんだ。アニメ、ドラマ、バラエティ、いろんなジャンルで名作が登場したんだぜ。そんなにすごかったんだ。でもどんな作品があったの？例えば、宇宙少年ソランとかジャングル大帝なんかのアニメが人気を集めてたし、深夜番組の 11PM なんかも始まった年なんだぜ。へえ、すごいね。それぞれの番組がどんな内容だったのか気になるなぁ。それじゃあ今回は、1965年のテレビ番組ベスト10をランキング形式で紹介していこうぜ。10位から1位まで、しっかり解説していくから楽しみにしてくれよ。第10位。宇宙少年ソラン。1965年5月から1967年3月。マリサ、宇宙少年ソランってどんなアニメなの？宇宙少年ソランは、1965年から1967年にかけて放送された、日本初の本格的な SF アニメなんだぜ。主人公のソランは、汎用子爆弾の開発者である立花博士の息子で、宇宙での事故からソラン星人に救われてサイボーグとして生まれ変わったんだ。それに、ソランには宇宙リスのチャッピーという相棒がいて、一緒に冒険を繰り広げていく。サイボーグの少年が宇宙リスと一緒に冒険するなんて、すごい設定だね。どんなストーリーが展開されるの？ソランは地球に帰還してから、考古学者の古月博士とその娘ミカの家で暮らしながら、行方不明になった姉を探してるんだ。彼はその過程で、超能力を持つ新人類ミュウや、宇宙の悪魔ゴロナといった強敵たちと戦うことになる。特に新人類ミュウとの戦いは、当時の視聴者に強い印象を与えたんだぜ。ミュウとかゴロナって聞くと、なんだか強そうだけど、ソランはどうやって戦うの？ソランはサイボーグだから、人間離れした力やスピードを持っているんだ。それに、彼の常用メカであるエンゼル号も大活躍する。エンゼル号は宇宙を自由に駆け回ることができて、敵の攻撃をかわしたり、追い詰めたりするのにぴったりなんだよ。ちなみにこのエンゼル号の名前は、スポンサーの森永製菓にちなんで付けられたものなんだ。視聴者公募で決まったっていうのも面白いよな。そんな背景があるなんて知らなかったよ。それにしても、家族を探しながら悪と戦うなんて、スリリングな展開だね。その通りだぜ。この作品はストーリーだけじゃなくて、当時の最新技術を駆使したアニメーションも話題になったんだ。特に、宇宙のシーンや戦闘シーンは、子供だけでなく大人も楽しめるクオリティだったんだ。こういう部分が、今でも宇宙少年ソランが名作と呼ばれる理由だろうな。なるほどね。壮大な設定と冒険が詰まっているなんて、見たらきっと夢中になれそうだね。そうだな。宇宙少年ソランは、SF 作品が少なかった時代に新しい地平を切り開いた作品だ。まさに、1965年のテレビ文化を象徴する名作だぜ。第9位。ジャングル大帝。1965年10月から1967年3月。マリサ、ジャングル大帝って聞いたことはあるけど、どんなアニメなの？ジャングル大帝は、手塚治虫が原作の名作アニメだぜ。日本初のカラーテレビアニメとして、1965年10月から1967年3月まで放送されたんだ。物語の舞台はアフリカのジャングルで、主人公は白いライオンの子供レオ。彼がジャングルを平和な楽園にしようと奮闘する物語なんだ。白いライオンが主人公なんて、なんだかファンタジックだね。でも、ジャングルを平和にするってどういうこと？レオはジャングルの王である父パンジャの後を継ぐ形で、まだ幼いながらもジャングルのリーダーとして成長していくんだ。ただ、彼の前には人間たちの開発や密漁者、さらにジャングル内での争いといった様々な試練が立ちはだかる。それらを乗り越えながら、平和を目指していく姿が描かれるんだぜ。結構シリアスなテーマを扱ってるのね。どんなキャラクターが登場するの？レオを支える仲間たちも魅力的なんだぜ。母親のエライザや、賢いオウムのココ、
頼りになるマンモスのボボなど、彼らとの絆が物語を盛り上げているんだ。それに、敵として登場する密猟者や野生動物たちとの対立も物語に深みを与えている。なるほどね。でも、どうしてこの作品がそんなに人気だったの？やっぱり、手塚治虫ならではの美しい作画と深いテーマだな。自然と共生する大切さや、命の尊さを書いた作品で、子供だけじゃなくて大人にも刺さる内容だったんだ。それに、日本初のカラーテレビアニメっていうのもあって、視覚的にもすごく新鮮だったんだぜ。自然と命の大切さをテーマにした作品なんて、今見ても学ぶことがありそうだね。そうだな。ジャングル大帝は、ただのアニメじゃなくて、メッセージ性が強い作品なんだ。アフリカの壮大な自然とレオの冒険を通じて、今でも見る価値がある名作だぜ。第8位 11PM 1965年11月から1990年3月。マリサ、次の第8位は 11PM だね。これ、どんな番組だったの？ 11PM は、1965年11月から1990年3月まで放送されていた日本初の本格的な深夜番組だぜ。当時の夜11時から放送される情報娯楽番組で、ニュース、トーク、音楽、時にはちょっと刺激的な内容も盛り込まれていたんだ。へえ、深夜にそんなに色々な内容を詰め込んだ番組があったなんて、かなり挑戦的だったんじゃない？その通りだぜ。でも、挑戦的すぎて当時からかなり批判も多かったんだ。ワースト番組、低俗番組なんて呼ばれることもあったし、11PM って揶揄されたりもしたんだぜ。PTA や婦人団体からは子供に見せたくない番組として、アンケートで常に上位だったんだ。そんなに批判される番組だったの？具体的にどんな内容が問題視されたの？例えば、バニーガールの出演や、セクシーな映像の多様だな。政治家からも非難されていて、1975年には共産党の宮本賢二さんがポルノ番組だって名指しで批判したこともあったんだ。だけど、そうした批判の一方で、視聴者の中には親が寝てからこっそり見てた人も多かったみたいだぜ。コラムニストの泉谷里さんも、バニーガールの太ももを舐めるようなカメラワークにドキッとした。って振り返っている。賛否が激しく分かれる番組だったんだね。そんな内容だけど、長寿番組になった理由って何だと思う？それはやっぱり、幅広い企画と司会者の存在が大きいんだ。曜日ごとに司会者が変わって、それぞれの個性が番組に色を添えていたから、視聴者も飽きなかったんだろうな。それに、当時の深夜番組はほとんどなかったから、11PM は新しいメディア文化を切り開いた存在だったんだ。なるほど。深夜だからこそ許される自由さがあったんだね。賛否両論があっても25年続いたって、やっぱりすごいね。そうだな。11PM は深夜番組の元祖と言われるだけじゃなく、日本のテレビ文化を多様化させた象徴的な番組だと思うぜ。第7位スパイキャッチャー J3 1965年10月から1966年3月。マリサ、スパイキャッチャー J3 ってどんな番組だったの？スパイキャッチャー J3 は、1965年から1966年にかけて放送されたスパイアクションドラマだぜ。主人公のダン俊介、コードネーム J3 が、国際謀略反乱グループ、タイガーと戦う物語なんだ。ダン俊介って、どんなキャラクターだったの？ダン俊介は、国際秘密警察組織、チューリップの日本支部に所属するエージェントで、冷静沈着で高い戦闘能力を持つスパイキャッチャーだ。彼の任務は、日本国内で暗躍するタイガーのスパイ活動を阻止することだったんだ。具体的には、どんなエピソードがあったの？例えば、SOS ポラリス潜水艦というエピソードでは、ポラリス潜水艦が敵の手に渡るのを防ぐため、J さんが潜入捜査を行うんだ。また、彼の愛車である改造コルベットスティングレイが空を飛んだり、潜水したりするシーンも見どころだったぜ。そんなスーパーカーが登場するなんて、当時としては斬新だったんじゃない？ああ、特撮技術を駆使したアクションシーンや、未実用化の自動車電話の登場など、
未来的なガジェットが多くの視聴者を魅了したんだ。主演の河津祐介さんの熱演も相まって、和製スパイドラマの先駆けとして高い評価を受けたんだぜ。なるほど。スリル満点のドラマだったんだね。今でも見られるの？残念ながら、全26話のうち現存するのは一部だけなんだ。でも、東映チャンネルで特定のエピソードが放送されることもあるから、興味があればチェックしてみるといいぜ。ありがとう、マリサ。スパイキャッチャー J さん、機会があればぜひ見てみたいわ。第6位、スーパージェッター。1965年1月から1966年1月。マリサ、このスーパージェッターってどんなアニメなの？スーパージェッターは、1965年から1966年にかけて放送された SF アニメだぜ。30世紀のタイムパトロール隊員であるジェッターが、悪人ジャガーを追って20世紀にやってくる物語なんだ。未来から来たヒーローなんだね。どんな装備を持っているの？ジェッターの装備は多彩だぜ。例えば、周囲の時間を30秒間だけ止めることができる腕時計型のタイムストッパー。空中を飛ぶための反重力ベルト。相手を一時的に痺れさせるパラライザー銃。赤外線透視ゴーグル。防弾スーツなどがあるんだ。すごい。未来の技術が満載だね。どんな活躍をするの？ジェッターは、国際科学捜査局の西郷長官の要請で、20世紀の犯罪捜査に協力するんだ。未来の技術と知識を駆使して、様々な事件を解決していくんだぜ。なるほど。未来人の視点で現代の問題に立ち向かうんだね。そうだな。さらに、ジェッターの乗るタイムマシン、流星号も重要な役割を果たすんだ。時間航行機能は故障しているけど、高速飛行や多彩な機能で彼をサポートするんだぜ。流星号って、どんなデザインなの？流星号は、流線形のボディで未来的なデザインが特徴だ。空中を自在に飛び回り、ジェッターの相棒として活躍するんだ。当時の子供たちは、未来の世界に憧れたんだろうね。ああ、スーパージェッターは、未来への夢と冒険心をかき立てる作品として、多くのファンに愛されたんだ。第5位、宇宙エース。1965年5月から1966年4月。マリサ、この宇宙エースってどんなアニメなの？宇宙エースは、1965年から1966年にかけて放送された、タツノコプロ初のテレビアニメ作品だぜ。パールム星から地球にやってきた王の息子エースが、特殊能力を駆使して悪人や怪物と戦う物語なんだ。タツノコプロの最初の作品なんだね。エースの能力って、どんなものがあるの？エースの体はゴムのように伸縮自在で、怪力も持っているんだ。さらに、空気中のイオンを集めて作るシルバーリングを使って、敵を攻撃したり、空を飛んだりすることができるんだぜ。シルバーリングって便利そうね。他にも仲間はいるの？ああ、エースを助けるタツノコ博士とその娘のアサリ。そして元は敵だったけど改心した犬型ロボットのイボがいるんだ。彼らと一緒に、地球の平和を守るために戦うんだぜ。家族のような仲間たちと協力して戦うんだね。どんな敵が登場するの？宇宙海賊や怪獣、さらには宇宙の悪魔と呼ばれる強敵など、多彩な敵が登場するんだ。エースはその都度、知恵と勇気で立ち向かっていくんだぜ。エースの活躍、すごく興味が湧いてきたわ。宇宙エースは、当時の子供たちに未来への夢と冒険心を与えた名作なんだ。ぜひ一度、見てみるといいぜ。第4位、ミュージックフェア。1964年8月から現在放送中。マリサ、ミュージックフェアって、どんな番組なの？ミュージックフェアは、1964年からフジテレビで放送されている音楽番組だぜ。塩野義製薬が一貫して提供していることから、塩野義ミュージックフェアとも呼ばれているんだ。日本の民放で最も長く続いている音楽番組として知られているぜ。そんなに長く続いているんだ。どんな特徴があるの？この番組の魅力は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストたちの共演だな。普段は見られない組み合わせのコラボレーションや、豪華な演奏が楽しめるんだぜ。さらに、司会者とのトークを通じて、
アーティストの素顔や音楽に対する思いを知ることができるのも魅力の一つだ。なるほど。だから長く愛されているんだね。最近の放送では、どんなアーティストが出演しているの？最近では、若手からベテランまで幅広いアーティストが出演しているぜ。例えば、東方神起やゴスペラーズ、ニュースなどの人気グループが登場して、視聴者を楽しませているんだ。また、特集として過去の名曲や名演奏を振り返る回もあって、音楽ファンにはたまらない内容になっているぜ。それは楽しそう。私も一度見てみようかな。ぜひ見てみてくれ。ミュージックフェアは、良質な音楽と映像美、そして楽しいトークが詰まった番組だから、きっと楽しめるはずだぜ。第3位、0011ナポレオン、ソロ、1965年から1970年。ねえ、マリサ、0011ナポレオンソロって知ってる？もちろんだぜ。レイム、0011ナポレオンソロは、1964年から1968年までアメリカで放送されたスパイドラマで、日本では1965年から1970年まで放送されたんだ。国際機関アンクルのエージェント、ナポレオンソロとイリア・クリアキンの活躍を書いているぜ。へえ、どんな内容なの？物語は、世界の法と秩序を守る国際機関アンクルのエージェント、ナポレオンソロとイリア・クリアキンが、国際犯罪組織スラッシュなどの悪と戦うというものだ。ソロは優秀だが女性には弱いプレイボーイ的なキャラクターで、イリアはクールで中性的な魅力を持つキャラクターとして描かれているんだ。なるほど。二人の対照的なキャラクターが魅力なのね。そうだな。特にイリア役のデビッド・マッカラムは日本でも大人気で、来日した際には大歓迎を受けたんだ。さらに、このドラマのエピソードを再編集した劇場映画も公開されているんだぜ。そんなに人気があったのね。ところで、アンクルってどんな組織なの？アンクルは、ユナイテッドネットワークコマンドフォーロー&エンフォースメントの略で、世界各国が加盟する国際機関だ。ニューヨークの国連本部近くに本部があって、メンバーはデルフロリア洋服店内の秘密の出入り口から出入りしているんだ。面白い設定ね。武器やガジェットも登場するの？ああ、例えば、ワルサー P38 を改造したアンクルスペシャルや、特殊装備を施したアンクルカーなんかが登場するんだ。これらのガジェットが物語をさらに盛り上げているんだぜ。スパイものらしくてワクワクするわね。そうだな。0011ナポレオンソロは、スパイドラマの名作として今でも語り継がれている作品なんだ。第2位、おはよう、子ども賞、1965年11月から1980年9月。ねえ、マリサ、おはよう子供賞って知ってる？もちろんだぜ。おはよう子供賞は、1965年から1980年まで日本テレビで放送されていた子供向け番組だ。当時としては珍しい子供向けのワイドショー形式で、朝の時間帯に放送されていたんだぜ。へえ、どんな内容だったの？番組は多彩なコーナーで構成されていて、例えば、子供のど自慢という子供たちが歌を披露するコーナーや、体操のコーナーがあったんだ。また、マスコットキャラクターのロバくんが登場して、子供たちに大人気だったんだぜ。ロバくんって、どんなキャラクターだったの？ロバくんは、兄と弟の2体がいて、兄は相川金也さん、弟は富山圭さんが声を担当していたんだ。さらに、マペット人形のロバくんも登場して、田野中勇さんが声を担当していたんだぜ。すごい豪華なキャストね。他にはどんなコーナーがあったの？特撮コーナーも人気で、レッドマンや池ゴッドマン、池グリーンマンなどが放送されていたんだ。これらのコーナーは、子供たちに大好評だったんだぜ。長寿番組だったけど、どうして終了しちゃったの？1977年に放送時間が変更されて、フジテレビのママと遊ぼうピンポンパンや、開けポンキッキと競合するようになったんだ。その結果、視聴率が低迷して、1980年に番組は終了したんだぜ。そうだったのね。でも、おはよう子供賞は多くの子供たちに愛された番組だったのね。その通りだぜ。多彩なコーナーやキャラクターで、
子供たちの朝を楽しく彩っていたんだ。第1位。さあ、ガードマン。1965年4月から1971年12月。マリサ、ザ・ガードマンってどんなドラマなの？ザ・ガードマンは、1965年から1971年まで放送されたアクションドラマで、東京の架空の警備会社、東京パトロールを舞台にした物語だ。ガードマンたちが犯罪や事件から市民を守るため、命がけで活躍する姿が書かれているんだぜ。へえ、当時としては新しいテーマだったんだね。その通りだぜ。実際、視聴者の人気もすごかったんだ。特に、1967年9月22日には最高視聴率 40.5% を記録しているんだよ。それだけじゃなく、JNN 全国視聴率調査で1965年と1966年の2年連続で視聴率1位に輝いているんだ。それはすごい記録だね。でも、そんなに人気だったのにどうして終わっちゃったの？その人気の裏には問題もあったんだ。番組には、犯人との銃撃戦や殺害シーン、違法薬物が絡む事件など、過激な描写が多かったんだ。それが PTA や教育団体から、子供に見せたくない番組として抗議されるようになったんだぜ。確かに、子供には刺激が強すぎる内容かもね。そうだな。視聴率も徐々に低下していったし、さらに制作会社の大映が倒産したことで、1971年末に番組は終了することになったんだ。それでも、アクションドラマとしての革新性や、警備業界をテーマにしたユニークさは多くの視聴者に愛されたんだよ。視聴率1位の記録を持ちながら、批判と終焉を迎えたんだね。でも、こういう革新的な作品があったからこそ、今のアクションドラマがあるのかもね。その通りだぜ。ザ・ガードマンは日本のドラマ史に大きな影響を与えた名作なんだ。総評またはまとめ。マリサ、今回は1965年のテレビ番組をランキング形式で振り返ったけど、改めてどう思った？どの番組も、それぞれのジャンルで新しい挑戦をしていた名作ばかりだったぜ。アニメからアクション、音楽番組まで、今のテレビ文化の基礎を作ったと言っても過言じゃないんだ。確かに、どの番組も斬新なアイデアや時代を反映したテーマがあったね。そうだな、特に、ザ・ガードマンや、11PM みたいな視聴者の興味を引きつける大胆な作品や、宇宙少年ソランやスーパージェッターみたいな、未来を描いた SF アニメが子供たちに夢を与えてくれたんだ。それぞれの番組が、視聴者の記憶に残るエンターテインメントを提供していたんだね。その通りだぜ。1965年のテレビ番組は、当時の日本がどれだけエンタメに力を入れていたかを象徴する存在だ。今でも語り継がれる名作たちを、また見直してみるのも面白いと思うぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。